どうもこんにちは。今日は、このイルチャボックスカーフのブレントの靴を仕上げていきます。ソールの仕上げ、前回積み上げを積んで、ソールをバフ掛けしてからコバからソールまで全部白い状態なので、これ色塗って、そして最後の磨きまでやります。まずはコバインクを塗ります。最近はこのソリッドなベタっと塗りつぶすようなコバインク使うことが多いですね。クラシックシューズ作るとき結構これ使います。例えばノルベジエーゼとか革の質感を結構強調するような靴だったりすると染み込む系のコバインクを使ったりしますね。これはかなり革の繊維を潰すような感じですね。ソールはナチュラル仕上げでいきます。これはソールを仕上げるための液体ですね。無色です。布に取って塗ります。ソールステインを塗り込んで半乾きの状態から布でこすっていくと革のこの際立たせた表面が潰れて光沢が出てきます。こんな感じになりました。そしたら次ロー。これは靴用のコバ用のローですね。これを塗り込んでいきます。ローをそのままコバにこすりつけます。そうすると薄くローの膜がコバにできます。これ今インクだけの状態ですね。ローをこすりつけた感じ。これ電熱線ですね。ここに使うコテ、これコバコテなんですけど、これとかこれはヒールのコテですね。これとかを並べて温めます。コテを当てます。コテの温度はだいたい80度ぐらいですね。で、さっき塗ったローを溶かして革になじませていきます。ローをコテで溶かした後はこんな風にローを直接塗り込んだ時より光沢出てるんですが、こうまだらな感じなのでこれを拭き取りつつこすって磨いていきます。布ですね。いや、もうちょっとで仕上がりますね。早く履きたいです。仕上げが終わったのでテープを剥がします。木型を抜きます。よいしょ。
ということで、ソールの仕上げ終わりまして、最後の仕上げの磨きやっていきます。軽く汚れは落としておきましたので、クリーム塗っていきます。赤っぽい皮なんですけど、茶色のクリーム塗ります。ブロギングのとこですねに色入れたいので、まずはブラシで。通常こういう色の靴を磨くときは、黒だったら黒でいいんですけど、茶色系は同じか、微妙に明るめの色を使って磨く方がいいらしいんですよね。なぜかというと、濃いクリーム使うと色が濃い方にいっちゃうからですね。薄いのを使っておけばその色から薄くなることないので、その色を保てるということですね。逆にこの靴は顔の色より少し濃い茶色系のクリームを使ってケアしていきたいと思います。何度も磨いていくとクリームの色が少しずつ皮に染み込んで、少しずつ靴の色が暗くなっていくような、そんな感じで履いていきたいなと思います。クリームを全体にも塗っていきます。ブラッシングしていきます。ブラッシングが終わってこんな状態。とても革質が良くて綺麗に輝きますね。それではつま先にちょっとだけワックスをのせていきます。結構丸みと立体感があるので磨きがいがあるつま先ですね。ワックスを今塗ったので、ネイル生地に少し水をつけて撫でていきます。今茶色いワックス使ってるので、靴の色より、さっきのクリームと同じで靴の色よりちょっと濃いんですよね。なのでつま先にこのワックスが塗ることで少しつま先の色が靴全体よりも濃くなってまして、ちょっとアンティーク仕上げっぽい感じになってますね。僕そんなうまくできないですけど、少し色味のグラデーション感がついています。この靴は最初革を見ながらどんな靴を作ろうか妄想するところから始めて、そしてその後スーツを僕が個人的にオーダーしたので、そのスーツに合うような靴を作ろうかな、そして今、気分的にも欲しい靴を作ろうかなということで、この内羽プレーントで、そして少しメダリオンやブロギングが入っているような靴ということで作ってきました。久しぶりに自分用にドレスシューズを作ったので、やっぱどうしてもドレスシューズって履く機会はね、カジュアルに比べれば僕の最近の生活スタイルだと少なくはなるんですけど、ちょっとおしゃれに森ではなくね、都市に外出する時にでも履こうかなと思います。最後に靴ひもを通します。そして最後にシューツリーを入れて、はい、これで完成です。はい、完成しました。
なかなかかっこいいじゃないですか。最後の磨きで一気に表情が変わった気がします。メダリオンのあたりとかこのブローディングのところに少し影が入って結構陰影がつきました。バンプに比べてメダリオンのところ少しだけ濃くなっているのがわかると思います。この靴は僕の足に合わせたビスポークですね。僕左足の方が少し大きいので幅広になっているのが若干わかると思います。今回はドレッシーにハンドソン製法、そしてベールドウエストで仕上げました。このウエスト部分のソール、そんなに絞り込んでいるようには見えないんですけど、実際そんなに絞り込んでないのであれなんですけど、ソールがアッパーにグッと密着してます。前の部分は縫い目がここギザギザとしてる、これ縫い目なんですけど、これが見えてるところをウエスト部分でグッと絞り込んで縫い目を隠しています。今回アッパー制作の時にも話したんですが、エドワード・グリーンとかジョン・ロブとかのちょっと変わり種のモデルっぽいなっていう話があったんですが、仕上がってみるとやけにエドワード・グリーン味を感じますね。でもこのつま先の丸み感とか、この革の色とちょっと陰影かかってる仕上げとかもあると思うんですけど、やけにエドワード・グリーンっぽいなと思いますね。かなりかっこよく仕上がって履くのが楽しみです。履きます。この靴スーツと合わせるっていうのも一つのテーマですので、オーダースーツの受け取りの際にこの靴と合わせてみるっていうのをやりたいと思います。オーダーしたスーツは茶色のヘリンボーンのツイードのスーツです。今ちょっと作業着の色あせに汗まくったジーンズなんですが、これでも合うと思います。この履き心地ってね、伝えるの難しいんですけど、めちゃくちゃいいです。自分の足に作ってるあれなんで当然なんですけど、結構自分の足に作るの難しくて、自分で足を測ったりとかフィッティングチェックができないので結構難しいんですよね。ただもう何度も自分用に靴作ってますので、かなり精度が高まってきてます。すごくいいです。程よくゆとりがあってかかとが抜けない理想の履き心地に近い気がします。それではもうそのままシワ入れちゃおうかな。一応サポートしようかな。そのまま自然に入ればいいんですけど、一応ペンでサポートしてちょっと平行目に入る感じに。ただ正直言ってこのシワ入れってもうシワってこの中物とか木型の設計だったり、あとフィッティングによってほとんど決まっちゃうんで、9割は決まってると思います。残り1割を少しでもちょっとコントロールしてやろうかなぐらいな、おまじないみたいなところもあると思いますね。はい、シワ入りました。太陽光の下だとこんな感じです。靴って内側の踏まず側から見る景色が僕は大好きです。ということでイリチュアボックスカーフで作る靴の制作が終わりました。結構細かく作業工程取りましたので、概要欄にリンク貼っておりますので、ぜひ一部始終ご覧ください。それではまた。